皆さんこんにちは。エコロジストの太田です。今日は地球温暖化がどのように起こっているのか、その仕組みについて解説していきたいと思います。そもそも地球温暖化っていうのは気温がだんだん上がってることなんですけど、正確に言うとここ最近の数十年の平均気温が産業革命以前の数十年の平均気温に比べて上がってるっていうこと、さらに将来に向けてもさらに上昇していくだろうって予測されていることを地球温暖化と言います。なぜこの地球温暖化が起こっているかっていうと、私たち人間が排出する温室効果ガスが大気中に溜まってしまって、その温室効果ガスが熱をこもらしているからなんですね。さらに詳しく見ていきましょう。地球は太陽によって温められていますよね。太陽から入ってきた熱っていうのは地球の表面に反射して、本来ならまた地球の外に出ていってしまうものなんです。ところが空気中にある温室効果ガスがこの出ていきそうな熱をうまくキャッチして空気中に保持してくれているんですね。なので地球っていうのは私たち人間や動物や植物にとって生きるのにちょうどいい温度に保たれていますよね。このように温室効果ガスがうまく空気中に熱を保持してくれているっていうことを温室効果、英語ではグリーンハウスエフェクトと言います。温室って農業の野菜を育てるビニールハウスのことですよね。ビニールハウスのように熱を保ってるっていう意味で、熱を吸収する力を持つ気体を温室効果ガス、英語ではグリーンハウスガスと言います。自然界では空気中の温室効果ガスの濃度が一定に保たれるようにうまくバランスが取れてるんです。例えば二酸化炭素。一番メジャーな温室効果ガスなんですけど、私たち人間や動物っていうのは呼吸をすることによって酸素を取り入れて二酸化炭素を排出してますよね。一方で植物っていうのは光合成をすることで二酸化炭素を取り入れて酸素を放出している。この動物と植物の間のバランスによって二酸化炭素濃度っていうのは空気中に一定の濃度に保たれているんですね。ですが今の世界では人間や動物が呼吸して排出する二酸化炭素以外にもう一つ大きな二酸化炭素の排出源があるんです。それが私たち人間が呼吸以外で排出する二酸化炭素。例えば車を運転して出る排気ガスだったりとか、電気を使うために燃やす化石燃料、その他にもたくさんあります。その結果、植物の光合成が追いつかなくなって空気中に二酸化炭素が溜まってしまっているというわけです。さらに私たち人間が生活範囲を広げる中で世界中で森林伐採起こってますよね。空気中に排出される二酸化炭素は増えている上に、それを吸い取ってくれる植物が減っているというわけです。大気中の二酸化炭素濃度は2019年時点で 409.8ppm と報告されています。ppm っていうのは parts per million の略で、パーセントって100に対して 1%、2%、3% なんですけど、parts per million はミリオン、100万に対して400あるよっていうことです。実は二酸化炭素濃度っていうのは過去80万年にわたってずっと 300ppm 以内に収まってたんですね。しかし産業革命で人間がたくさん二酸化炭素を排出するようになって、ずっと300に収まってたものが320、330、340ってどんどん上がってきて、最近ついに80万年の歴史で初めて 400ppm を超してしまいました。これが正確にいつ 400ppm を超したかっていうのは諸説あります。っていうのも二酸化炭素濃度って季節によっても変動するし、地球上の場所によっても違いますよね。なので地球の平均二酸化炭素濃度がこれだっていうのを正確に言うのはなかなか難しいんです。なので2013年に 400ppm 越したよっていう説もあるし、2016年っていう人もいます。温室効果ガスについて話をするときは特に二酸化炭素がいつも注目されるんですけど、他にもたくさん温室効果ガスってあるんですね。例えばメタン。メタンっていうのは石炭石油を採掘するとき、処理するときに発生するんですけど、他にも大きな排出源があるんです。それが動物。私たち人間とか他の動物も例えばゲップとかおならでガスを排出しますよね。その中に含まれているのがメタンです。動物の中でも特に問題視されているのが牛です。牛っていうのは胃がたくさんあって微生物がたくさん住んでて、植物を食べた時に消化するのを助けてもらってるんですね。で、その微生物が出すメタンがかなりの量だって言われています。
まあ牛からしたら自然に体の作りがこうなってるからしょうがないっていう話なんですけど、我々人間牛肉を食べるために牛乳を飲むためにたくさん牛を家畜として飼ってますよね。なので牛の体は自然なものなんですけど、その牛の数をたくさん増やしてるよっていう意味で、牛からのメタンっていうのは人工的な人間の排出っていうふうに考えられているわけです。なので最近流行りのベジタリアン、肉を食べない、特に牛肉を食べないっていう動きっていうのは、単に健康を意識した動きではなくて、メタンを減らすための環境を意識した動きなんですね。もう一つ有名な温室効果ガスが亜酸化窒素。亜酸化窒素は農業の土壌から排出されます。私たちに野菜を届けてくれる農家さんって大きな土地に野菜を育ててますよね。アメリカなんかだと大規模農業って言って、だだっ広い大きな土地にトウモロコシとか大豆とか野菜を育ててます。でも実はこうやって一種類の野菜を大きい土地で育てるっていうのは持続的ではなくて、すぐ土壌がダメになってしまうんですね。そこで使われるのが肥料です。野菜の収穫量を多くするために肥料を使うんですけど、その肥料の中に使われているのが植物の必須栄養である窒素。この肥料から入ってきた窒素が土壌の中の微生物に分解されて土壌から排出されるのが亜酸化窒素です。窒素も二酸化炭素と同じで自然の循環っていうのがあるんですね。なので本来土壌に含まれている窒素を微生物が分解して排出する亜酸化窒素っていうのは自然の循環の一部なのでいいんですけど、人間が無理にたくさん野菜を作ろうとして肥料をどんどん投与することによって亜酸化窒素をたくさん排出されてしまっているわけです。なので肥料を用いずに育てた野菜っていうのを有機野菜、オーガニック野菜ってよく言いますよね。オーガニックっていうのは英語で有機っていう意味なんですけど、その反対インオーガニックっていうのは無機っていう意味で、化学肥料だとか人工的なものを使って育てられたっていう意味なんです。なのでオーガニックな食物に関しても健康とよく結びつきがちなんですけど、実は環境を意識した動きなんです。二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素の他にも温室効果ガスはまだまだあります。でもこの3つが一番メジャーな覚えておきたい温室効果ガスです。二酸化炭素が一番空気中の濃度も高くて、私たち人間が排出する量も一番多いんですけど、メタンと亜酸化窒素が怖いのは、同じ分量でもメタンは二酸化炭素の30倍、亜酸化窒素は二酸化炭素の300倍の量の熱を溜め込めれるということです。例えば二酸化炭素を1リットルのペットボトルに詰め込んだ時に貯めれる熱の量と比べると、同じサイズのペットボトルに亜酸化窒素を詰めた時では、亜酸化窒素は熱を300倍も溜め込めれるというわけです。なので二酸化炭素と比べると濃度もまだまだ低いし、人間もそこまで排出はしていないんですけど、300倍、例えば酸化窒素は熱を溜め込めれるって考えると、とても怖い温室効果ガスになっています。今日の話をまとめると、地球温暖化っていうのは空気中にある温室効果ガスが地球の表面上に熱を保持してくれていること。でもその温室効果ガスの濃度がだんだん上がっているから起きているということを学びました。なぜ温室効果ガスの濃度が上がっているかっていうと、私たち人間が自然の循環に反した量の温室効果ガスを排出してしまっているからなんですね。普段何気なくおしゃれとか健康に結びついていそうだったオーガニックだとかベジタリアンっていう動きも、実は温室効果ガスの排出を削減するための動きだったことも学びました。今日学んだ二酸化炭素、メタン、亜酸化窒素以外にも他にも温室効果ガスがあって、意外なところに排出源があるかもしれません。これをきっかけに少しでも温室効果ガスに興味を持っていただけたら嬉しいです。